水の音が聞こえる。風もないのに天井からポタポタと水滴が落ちる音。どこか遠くから、でも確かに私の真上から。思い返せば、あれは中学2年の夏だった。田舎の母方の祖母の家。山の中原にポツンと立つ。その家には使われていない部屋があった。欄間に蜘蛛の巣が張り、畳が沈み込むような匂いのする湿気のこもった座敷。なぜかその部屋だけ扉に3つの赤い紙が貼られていた。子供心にそれは封印のように見えた。祖母はその部屋について何も言わなかった。いや、むしろ意図的に話題にしないという印象だった。ただ一度、夕方にその部屋の前を通ったとき、祖母がぽつりとつぶやいた。あそこは濡れるから入らん方がええ。私は意味がわからなかった。天井に穴でも開いてるのかと思ったが、雨漏りの跡など見当たらない。その夏、母の仕事の都合で、私は一人で祖母の家に預けられていた。田舎には友達もいない。昼間は畑仕事を手伝い、夕方からは縁側でぼーっとするだけ。退屈だった。だから、閉ざされた部屋が、日に日に気になっていった。ある夜、寝苦しさで目が覚めた。祖母はすでに隣室で寝息を立てている。ふと、あの部屋の方から、ポタ、ポタと水音が聞こえた。なぜかその音に、妙に惹かれた。冷たく澄んだ、その水の音に、私はそっと廊下を歩いて、あの部屋の前に立った。赤い封印紙は、湿気で端が剥がれかけていた。思わず手を伸ばし、そっと襖を開けた。空気が重かった。畳は濡れていた。部屋の中央に黒く濃い水たまりのようなものができていた。でも天井を見てもどこにも水源はない。窓も閉まっている。何より奇妙だったのは、その水たまりの中央に小さな紙人形が浮いていたことだ。切り抜かれた女の子の形。けれどその顔の部分だけ墨で真っ黒に塗りつぶされていた。私は息を飲んだ。その時背後で音もなく襖が閉まった。気がつくと畳の下から水がじわじわと染み上がってきて、その濡れは私の足元にまで広がっていた。逃げようとした。でも動けなかった。その時
耳の奥で声がした。見つけた。雫、雫。あなたの目、貸して。頭の中に直接響いてくるような細く高い声。気づくと私は何かに突き動かされるように正座し手を合わせていた。儀式のように形だけ知っていた。いや、知っていたというより思い出したとしか言いようがない。翌朝、祖母にその話をしようとしたが口がうまく動かなかった。なぜか言ってはいけないという強烈な圧が喉を塞いだ。祖母はこちらを見つめ短く言った。見てしもたんか、雫様の姿。私はうなずいた。祖母は黙って引き出しから小さな瓶を出し私に渡した。中には茶色く変色した和紙と細く裂けた赤い布が入っていた。これ持ってな。あの部屋には二度と近づいたらあかん。ええか。それが結界だったのだろう。それからというもの、私は水音を聞くようになった。学校でも駅でも夜中の自室でも誰もいない廊下の奥、通話の切れ際、シャワーの最中、ポタポタと水が落ちる音。そして鏡の前に立つとき、自分の目が誰かの目にすり替わっているような錯覚を覚える。時々ふと笑いたくなる。他人の悲しみに共感しすぎて涙が止まらない夜がある。顔を覆いたくなるほど心がびしゃびしゃに濡れる感覚。それは雫様が私の中に住んでいる証なのだろうか。数年後、祖母は亡くなった。家は取り壊され、あの部屋ももう存在しない。だが、私は今でも時々、夢の中であの部屋に戻る。畳の中央、水たまりの中に浮かぶ紙人形。黒く塗りつぶされた顔。その紙人形を拾い上げると、自分の指先から水が垂れる。それは私自身が誰かの器であることを示すように、静かに静かに、ポタポタ、水の音がする。どうやら今夜もまた雫様が誰かを探しているようだ。次は誰の目を貸して。おしまい。